皆さんこんばんは、プレイツリーです。今回は機動戦士ガンダム B パーツの総集編をお届けします。2023年の4月から始めたこの制作、もうすぐで4年目に突入となるんですけども、最近はずっと1年以上コアファイターばっかり作ってたので、最近僕のことを発見してくれた方は、僕のことコアファイターを作ってる人やっていう認識だと思うんで、そのコアファイターも無事完成を迎えたということで、これからね A パーツを作っていくわけなんですけど、初めて見る方や最近発見してくれた方に、僕がどういう思いでどういうこだわりを持ってこのガンダムに挑んでいるのかっていうのを知っていただけたらなという思いと、最初の方からね応援してくださっている方には、ちょっと少し懐かしく思ってもらって見ていただきたいっていうのと、僕もねこれから上半身作っていくのに、少しちょっと振り返ってね、ちょっと気持ちをちょっと高ぶらせようかなっていう自分自身へのね、そういう動画になってます。オープニングにもありましたが、これは後半だけで作る機動戦士ガンダムです。木で作ってるから機動戦士の機械の木を、木材の木に変えてこうやってるんですけどね、このネーミングだけはね本当にもうピカイチやと思ってます。本当にこのネーミングに負けないようにいつも戦ってます。素材は針葉樹のコンパネって呼ばれたり構造用合板って呼ばれる、どこの近くのホームセンターにも売っている、12mm のものです。本当はね大工的には無垢材を使って、カンナでシュシュッと削っている姿とか、のみでねこうカンカン削っている姿、そういうのをね見せれた方がもう大工的にもちょっとね映えるっていうかな、そういう姿見せられるんですけど、合板なんでねそういうわけにもいかず、地味な作業の連続ですしね、合板はどこまで行っても合板だと、安価ですぐ手に入れやすくて、下地材に使うようなもんなんで、少しだいぶ舐めた感じで制作を始めました。本当にねノリで初めてねこうやってもう丸3年もね合板と戦うなんて思ってなかったですね。制作ペースはやっぱ遅いんですけども、やっぱこうしてねここまで続けてこられたのは、自分自身がやっぱ木工と、ガンダムが好きっていうのをもちろんあるんですけども、やっぱりこうして徐々にたくさんの方に見てもらえることになってね、やっぱそれがやっぱり一番大きいです。本当ありがとうございます。やっぱり大工的にも家建てるときに一番最初に着手するのは土台ということで、ガンダム的にもやっぱり足元からと思って、そこは迷うことなく足から作り始めました。合板縛りのこのガンダム、その合板をどう料理するかによってこのガンダムそのものの表情も変わってきますし、その制作難易度も変わってくるんですけども、制作が進むにつれてね僕のこだわりが徐々にこう強くなっていくというか、表面に出てくるというか、そういった変化というか進化というか、そういうのもねこう動画を通して感じ取ってもらえたらありがたいんですけども、でも最初の頃はねなんせ手探りでノリでただひたすらにでかさで勝負していったようなところはありますね、今思うと。合板縛りのこのガンダム、合板を使って何かを生み出すときに基本的に2種類の方法があると僕は思ってます。1つ目の作り方としては、必要な大きさのものを必要な厚み分だけ重ね合わせて1つのブロックを作って、そのブロックを削っていって成形していく作り方。もう一つの作り方としては、合板の表面だけを見せるように、うまく説明ができないんですけども、多角形の集合体ポリゴンのように成形していく、その見えるすべての面を合板の表側で表現していくって言ったらいいのかな、そういう作り方、
立体物ですと、基本的にその2種類の作り方になるのかなとは僕は思っています。前者の作り方ですとね、誰もが想像できて、作りやすい作り方ですよね。無垢の材料を使うのならばね、僕もそのように作ってたと思うんですけども、この後半の表面2ミリほど削るとやっぱり後ろの積層部分がね出てきちゃって、それはやっぱ美しくないなっていうのと、合板で作る意味を考えるとですね、やっぱそれは面白くないなというか、合板じゃなくてもいいじゃんっていう僕の中ではあったので、この合板で作る意味を持たせるのと、やっぱりこう、ぶっ飛んだ作り方しないとね、自分も面白くないなっていう思いで後者の作り方にしました。確実にこれは効率のいい作り方でもないですしね、正直本当に楽な方法はやっぱあるんですけどもね、それでもやっぱこの方法しか選べませんでした。この足を作っているときは、この一瞬一瞬が本当に半信半疑で、本当にできるのか、形になるのか、本当にこんな合板をね、曲げて、立体にするなんてもやったことないですしね、このガンダムの一番足の下の部分、赤い部分ですか、ここ一周ぐるっと作るだけでね、ものすごい時間を要したのを覚えてます。出だしなんでね、やる気にはものすごい満ち溢れてたはずだったんですけども、本当になんせ全て初めてなことで、頭のね、奥底でふわっと想像できているものがね、いざこうやってみると、ものすごいこう、そこまで遠いというか、完全に自分の実力不足みたいなのがやっぱ浮き彫りになってね、この足を作っている一番出だしが挫折しそうなポイントだったのかなと今思います。まだこの頃はね、作りが甘いというか、自分の中でこう道筋ができていなかったのか、合板もね、節のあるものを使ったりしてますよね。初期の頃はスライドマンノコやジグソーなんかも多用してたんですけども、最近はもっとシンプルになってほとんど丸ノコ1本でやってます。角度調整がもっと丸ノコの方が直感的に合わせられる気がして、そっちを多用してますね。このアンクルガードのこの角度わかりますかね。真ん中に大きな C 面を作るために1個ね、小さい部材を入れて、これ何度やったかな、100何度か開いてますよね。こういうのもね、一個一個こう計算していくのもね、大変で、セットしていくのも大変なんですよね。
これで足の外装とアンクルガードは完成です。次に足のね、中の芯の部分作っていきます。当初から関節の可動というのは考えていたんですけども、足首の可動はしなくてもね、いいのかなということで、可動なしのものを作りました。後からね、もう一個足を作り直すことになるんですけども。やっぱこれだけ大きいと自重もあって、ガンパラをただ真似するようなボールジョイントみたいなものはやっぱり使えなくてですね。なんたってここに一番体重が乗っかってくるもんでね、この時点でやっぱりね、ちょっと動かすのは怖いなっていうことでね、しっかりした動かないものを作りました。足は重ければ重いほど安定するかなと思い、しっかり合板を重ね合わせました。これでようやくくるぶしまで完成です。このまま上へすね、ふくらはぎ、膝、太ももと製作していきました。くるぶしから伸び出たジョイント部分にこの筒を上からかぶせるように接続して、こいつを芯にすねとふくらはぎを作っていきます。このジョイントさえうまくいけば、可動は抜きにしても膝と股関節のジョイントはこれでいけるんじゃないかなと思いながら作りました。ここから僕の大誤算が発覚します。当初はね、ザクを作ろうと思ってた僕なんですけども、合板はね、白っぽいんで、やっぱりここはガンダムだろうということで、ガンダムもね、四角いんで、ガンダムの方が簡単だろうと思ってたんですけどもね、よくよく見てみるとね、ガンダムの足はね、ものすごい R まみれなんですよね。このガンダムの足の曲線をどう表現したらいいのかといろいろ悩んだ挙句、前後左右4つのパーツに分けて考えて、前後はそのままで、左右のパーツをあえて真半分に割ることによって大きな曲線に対応できるようにしました。2つじゃなくてね、3つに割ればまたポリゴン数が増えるかのように、滑らかな曲線を描けるとは思うんですけども、切断数が多ければ多いほどね、つける方が難しいですしね。裏の筋でね、対応できる、そこの見極めですよね。基本的には接着はボンドだけなんですけども、こんだけ R がきついとビスも対応していきました。プラスの1番の頭の小さいビスなんですけども、ネジ頭がね、舐めることもほとんどないですし、すごく引っ張ってくれるのでね、このビス一択です。後からのビス頭の処理も楽で、下穴を開けることなく、表面より少し奥ばったところでネジ止めして、後で木を埋めれば頭が小さいのでほとんどわからなくなります。ジョイント部分との位置決めは、こうやって現物合わせですね。これはくるぶしとアンクルガードとの干渉ですね。そこら辺を見極めながらの位置決めをしました。位置は決まったので逆サイド、そして前後のパーツを貼っていきます。こうしてね、製作の裏側を見てみると、ハリボテ感満載なんですけども、全ての工程がね、初めてのもので、合板を使ってこのような立体物をこういう工程で作っていくなんてね、
これまでの大工人生でもなかったことですし、これからね、普通に大工としての仕事の中ではね、ないことだと思うのでね、頭の中がハテナマークになりながらも形にしていったのを覚えています。そして難易度を上げている要因が、この C 面の存在ですね。こんだけ大きなものなんで、面も大きくなっていってですね、こいつが入ることによって外装の幅というか厚みさえ変わってくるので、それも計算に入れながらだったんですけども、ここら辺はね、まっすぐなものでもなく、一つ一つが曲線だったので、計算に入れたといえど、なんとなく作ってった感じですね。ここら辺はどうやったかっていうのは、口ではね、説明できにくいところです。ピス埋めです。ね、ほとんどわからなくなるでしょ。続いて膝になるのかな、パーツ作りをしていきます。ガンダム知っている方はこのパーツさえ見ればガンダムかジムかの違いがわかるんじゃないでしょうか。これまではね、多分ほとんどジムと一緒だったと思います。こいつも想像以上に複雑で、どのようにして取り付けていくかが課題でした。ここまで来れば大体わかるんじゃないでしょうか。一つの膝パーツなんですけども、上下2つに分けてから作ってます。その理由は簡単で、合板ですと一方方向の曲面にしか対応できないので、この膝パーツで言うと上下の曲線は切って表現して、左右の曲線は裏に筋を入れて曲げて表現しています。ちょっと下手な説明ですが分かっていただけますでしょうか。ここ僕のお気に入りポイントなんですけども、あえてね、合板の積層を見せてここを表現しています。ここの名称聞かれてもちょっと答えれないんでわからないんですけども、全体的に組んでみると、ここかっていう思われる場所です。膝裏なんでほとんど見えては来ないはずなんですけども、こうね、スリットが入ってる部分を見えるのちょっとね、ダサいのかなと思って隠すように取り付けました。スネとの接続の部分ですね。ここらを加工していきます。このスネ部分が僕が初めてこういう技法で作ったパーツだったので、思い入れが強いと言いますか、合板だけでこの曲線をよう自分が再現できたなっていう思いと、いろいろあってですね、後からメスを入れるのはね、すごい緊張したのを覚えています。ここからふくらはぎ、太ももと、同じような技法で作っていくわけで、それが普通になって当たり前になってくるわけなんですけども、一番最初にね、作った時は自分自身がね、一番感動したのを覚えています。ようやったなと。膝の積層をあえて見せた部分、分かっていただけますでしょうか。あれです。接続も狙い通りジャストフィットして大満足です。次にふくらはぎ部分です。僕はほとんどガンプラを作ったこともなく、アニメを見るだけだったので、こうしてね、作ってみて分かったことがいくらかあります。そのうちの一つが、ガンダムはかなり美脚やなっていうことと、このね、ふくらはぎ見てもらうと本当にすごく人間っぽい形してますよね。そういうところをね、やっぱり作ってみて分かってきたことですね。そしてこのふくらはぎ、かなりね、強敵でした。これね、ものすごい R なんですよね。こいつをどう表現していいのか、
いろいろ考えた結果、こういう形で作っていきました。3D CAD なんかを使うとこういう寸法もね簡単に出るのかな、ちょっと僕わかんないんですけども、完全にアナログですよね。一つ一つこう合わせていくわけなんですけども、一つ一つのパーツを削り出すのにものすごい時間をかけていたのを覚えています。そして覚えていることは、2023年の5月、4月から始めて1ヶ月ほどでここまで来たのを覚えています。この5月のゴールデンウィーク中、連休中ひたすら作ってたのを覚えています。何かに取り憑かれたかのようにね、作ってましたね。膝の関節部分の製作に入っていきます。ただの棒立ちだと面白くもない。とはいえガンプラのようなね自由さっていうのはとても難しいので、構造的にはシンプルに考えました。自由に耐えられるように最低限の金物は使いました。見ていただくと分かる通り構造はシンプルです。可動域を45度フリーにもできたんですけども、やっぱり自重にね耐えられるようにということで4段階にしました。金物は徹底的に隠すということで蓋を作りました。マグネットを仕込んでね簡単に取り付けられるようにです。実質マグネットコーティングですね。これは分かる人には分かるでしょう。モスクーハン博士ですね。続いて太ももの製作に入っていきます。もうこの頃には裏にスリットを入れて曲げるという作業は普通のことになってしまいました。となると次のレベルとして強度だったりこの曲面の美しさですね、そういうのを意識するようになって、初期の段階から考えて作っていた木目を合わせるっていう作業もね、ここら辺からより意識して作るようになっていったんだと思います。
そしてこれだけの曲線に C 面をつけていくっていうのがすごい一番難儀でしたね。この頃の最大の敵はもう曲線ではなく、対となるね、左右2つのものをね、作っていくっていうのがね、最大の敵でした。左右同じサイズ、同じクオリティでね、足先からずっと作り続けてきたわけなんですけど、ここら辺で一度嫌気がさしてきたところでした。ひたすらがむしゃらに、制作をしてきたわけなんですけども、こうなってくるとね、途中からもう作業モードに入ってくるんですよね。そうなるとやっぱりこう楽しくないというか、そういう時期をね、こう乗り越えてやってきました。単調というか辛い時期を乗り越えたら、また新しい道ができて、またそこには新しい課題が見えて、道筋ができて、楽しいチャレンジが待っている。そんなような感じでね、なんとか続けてこられました。膝裏の筋の部分は、あえて合板を見せるようにメカメカしく、前方のパーツは木目をしっかり合わせて作り込みました。足の製作は無事終わり、後半戦に入っていきます。次は腰パーツの製作になります。今までの製作は2個で1組だったんですけども、腰パーツは1つ気軽に製作できました。
この腰パーツ、合板で作るのに一番適したパーツだったと思います。合板と合板のジョイント部分を、合板の積層部分を見せない組み方をここで確立していったと思います。この組み方は後々作るコアファイターにふんだんに使われました。一切曲面がない地味な腰パーツですが、新しいギミックとコアファイターがコアブロックとしてドッキングする時のことも考えて制作していました。正直足先を作ってる時はもう完全にコアファイターを作るなんてことは頭になかったんですけども、足先すぎて膝あたりですね、そのあたりからガンプラのマスターグレードを参考に作ってきたんですけども、やっぱそれにね収納されるコアファイター、やっぱこいつがあるから、やっぱ俺もこう負けたくないっていう気持ちですかね。ガンプラにできて規定できないことはないだろうと、まあね、そんな気持ちで、一応この時点では頭にありました。今見るとコアファイターが収納されるように作られているのがわかると思うんで、そこを注目してもらうと嬉しいです。腰のふんどしの下の部分のパーツですね。まだまだ先の話なんですけども、完成した時のポージングのことを考えて、ここをね強度しっかり出しとけば、こう足をね浮かせて空中に浮いてるような状態のポージングで、飾られるんじゃないかなということで、一応見込んで作ってみました。
この時点でよく見てもらうと分かると思うんですけど、コアファイターがドッキングした時に機首が刺さるような穴を設けてあります。もう一箇所、伏線というか布石というかコアファイターを作るぞっていうのがね、合図として僕の中であったんですけどもね、それは最後に出てきます。ガンダムのシンボルでしょう。腰の V マークの場所ですね。後半の小口、積層部分を斜めにして隠していきます。そしてここに一つギミックを設けました。ガンダムファンの皆さんならよく知ってるでしょう。ここにはね、大気圏突入の秘密が隠されてます。テレビ版と劇場版では多少異なるんですけども、僕的にはテレビ版に近づけたかったんですけども、ここの開き方はちょっとテレビ版は僕の中ではちょっと違和感を感じたので、劇場版の開き方をしてテレビ版のものをぶっ込みました。何かわかりますよね。そしてここには多分ビクトリーでしょう。V 作戦の V が入ります。この V なんですけどもね、こうね、合板の積層を見せずにね、立体の V を作るなんてね、これは難しいです。はっきり言って自分展開図は描けません。描けないながら、なんとなくこう現場合わせというか、一つ一つ合わせて作っていきました。
これでようやく両足がつながりました。腰まででほとんど僕の身長180と同等かなぐらいのサイズです。バランスも悪くなく、何もせずに自立できています。お腹の中にコアファイター入って、A パーツが乗っかってきても自重は大丈夫と思うんですけどもね。両腕つけて武器を持たしたらちょっとバランスがね、ちょっと変わってくるので、そこら辺はちょっと要注意かなと思います。まだまだ先の話ですね。股の下、後半の積層部分をね、わざと見せている部分、そこにね、こう何かかまし物をして、ガンダムが浮遊しているようなポージングを作れるのかなと思ってます。そしてギミック。多分ガンプラにもないでしょう。ガンダムが大気圏を突入できるよう耐熱フィルムです。ここにしっかり仕込みました。ここ笑うポイントです。そして最後、腰回りのアーマーを作っていきます。今までの集大成なものを、ここでしっかり一区切りできるようなものを作っていきました。
先ほど出来上がったのは腰アーマーの白い部分、こちらは腰アーマーの黄色い、部分ですね。このガンダム、股関節も一応稼働するようになっています。ということで、腰アーマーも稼働させる必要があります。この腰アーマー、可動式プラス脱着式にしようと、頭の中でずっと描いてたんですけども、本当にいろいろ悩みました。そこで一番シンプルな形のものができたのかなと思ってます。
ガンダムとしてはまだまだ途中ですが、ここまでたどり着きました。そして最後に、このギミックなくして B パーツ完成とは言えないでしょう。この時点で、ここを作るっていうのは、このコアファイターを作るっていう僕の決意表明だったんですけども、そこまで伝わってなかったようで残念でした。こういう遊び心も取り入れながら A パーツの制作もしていきたいと思っています。最後に建築足場の部材を利用して足首の可動を実現した新しい足を見てもらって、今回の総集編終わりにします。
ここまで全て後半で派手じゃないけどちゃんとここまで来ました。ここからが本当の山場だと思っています。機動戦士ガンダム、次は A パーツ上半身へ。